わざとです。おめでとう。ありがとう。おめでとう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。誕生日です。私は誕生日です。私は誕生日です。私が誕生日です。ありがとう。最高。嬉しい。いい匂い。食べるパンダエクスプレス。私もめっちゃ久しぶり。半端ない。上がる。いただきます。可愛いね。かわいい。Happy birthday to you. Happy birthday dear みくちゃん。Happy birthday to you. ありがとうございます。おめでとう。よいしょ。よいしょ。はい。おはようございます。ゴールデンウィークも明けまして、今日は5月8日です。皆さんゴールデンウィークはどのように過ごされたでしょうか。私はですね、ゴールデンウィークが誕生日ということもあって、5月4日で33歳になりました。はい。誕生日当日には本当にね、たくさんの方からインスタグラムで DM いただきまして、本当にありがとうございます。33歳もね、楽しく元気に頑張っていこうかなと思います。毎年ね、誕生日がゴールデンウィークっていうこともあって、なんかもう外はどこも混んでるし、今年もね、特になんかどこかに行ったりとかせず、お仕事をしたり、あとは誕生日当日に彼とディナーに行ったり、いつも仲良くしてくれてる友達が誕生日パーティーを開いてくれたりというような、のんびりと過ごしていました。はい。で、そんなにね、ゴールデンウィーク感のない連休だったんですけれども、こういうふうに独立してから、あんまりこう世の中の休日っていうのが関係なくなった仕事なんですけど、やっぱりこう世の中がね、お休みとなると、自分もなんかちょっと体がお休みモードになっ
ている感じがして、でゴールデンウィークが明けてもう2日目なんですけど、まだなんとなく体が休みモードから抜け出せてないなという感じです。なので、今日からね動画の撮影を始めていこうかなと思うんですけど、あんまり無理せずやっていこうかなと思っています。はい、で今日は、ちょっと週1のね早起きをしまして、で今8時半なんです。この後9時頃に彼が来てくれて、友達から教えてもらって気になってたカフェに行こうと思ってます。朝活デートみたいな感じなんですけど、2拠点生活を始めてからなんかちょっとこう付き合ってる時の感じじゃないですけど、なんか待ち合わせしてどこかに行くっていう、なんかそういうねシチュエーションが楽しくて、こういう風に2人でお出かけをしています。でその後昼過ぎぐらいにとある雑誌からインタビューのご依頼をいただきまして、ちょっとそのインタビューを受けに外に出たいと思っています。こういうね仕事をしてるといろいろそういうねお話をいただけることがあるんですけど、今回はですね本当に私の好きなジャンルのことでお話をいただきまして、しかもなんかミクさんの好きに語ってくださいっていう、そんな楽しそうなお話をいただきまして、ちょっとワクワクして自分のね好きなことについて思いっきり語ってこようと思っています。なんかこう YouTube 始めて常にいずれこういうお仕事がしたいなって思っているものの種まきをねずっとしてきたんですね。自分の好きなものはこれですってしっかりこう伝えてきたりとか、そういうお仕事が来るように行動してみたりとか、そういうことを地道にやってきたんですけど、最近ねすごくそのまいた種っていうのが芽吹いてきてるのを感じます。はい、なのですごく楽しみで、ちょっとまだね何のこうインタビューについてかは詳しく言えないんですけど、その雑誌というかムック本みたいなものが発売された時にはインスタグラムとかで皆さんにお知らせするので、ぜひねお手に取っていただけると嬉しいなと思います。で今からカフェに行く準備をしたいと思います。はい、せっかくなので今日のコーディネートもご紹介していきたいと思います。今日のコーディネートはインナーとボトムスはマリメッコのものです。ネイビーのタンクトップに黒のワイドめのパンツです。このマリメッコのね黒のパンツはもう相当気に入っています。着回ししやすいです。で、上に着てるのがドゥイズムクラスで購入したデニムジャケットです。こちらは、リーのデニムジャケットなんですけど、ドゥイズムクラスの別注デザインになっています。なんか機関式ジャケットと呼ばれるジャケットのらしくって、なのでちょっとこうオーバーサイズな感じで、そして、このデニムジャケットのねところにはたくさんポケットがついてます。この辺とかねペンを刺すポケットなんかもついちゃったりして、あとは女性では珍しく内ポケットもあります。でそこにオートリーのスニーカー履いていきます。はい、こういう感じ。これもドゥイズムクラスで購入しました。でこのねスニーカーと、デニムジャケットは今回のゴールデンウィークで彼とお買い物をしている時に誕生日が近いからということでプレゼントしていただいたものです。ありがたい。でそこに今日はこちらのヒンクヌンクのレザートートバッグを持っていこうと思います。こういう感じで緑のレザーなのでデニムジャケットによく合います。こちらのレザーバッグ数ヶ月前に予約販売しましたが、もうすぐ購入された皆さんのお手元に届くかなと思います。はい、やっとですね。皆さん到着まで待っていただきありがとうございます。このレザートートバッグ届くの楽しみですっていう声をいただくたびにとってもね嬉しい気持ちになりますし、皆さんにねたくさん使っていただきたいなと思います。なので私もねもうすぐ皆さんの手元に届くなと思うと、ちょっとウキウキして最近このレザートートバッグよく使っています。今日はこちらのスタイルで、朝活に行ってこようと思います。はい、であとついでなんですけど、今日のねインタビューを受けに行く時は、こちらの緑のワンピースを着ていこうと思います。これがパサンドバイ抜きテパのものなんですけど、インタビュー中にねお写真を撮っていただけるということで、こういうね色のあるワンピースの方が写真映えするかなと思いまして、こちら着ていこうと思います。ではそんな感じで今日も一日頑張ります。行ってきます。
ペアルックなのやめて。バイバイ。バイバイ。またね。うん。また後で。Giro uma vez no céu, tanto brilho. Hoje numa lua cheia, a conta que os meus sonhos já beira ter sumiu. Afundo na maré que vem, o motorista me sorri. Viver para ser simples, dia para ser feliz. Tirando um tempo só para amor, cansa que perde piso. Ouvindo um fim preto branco e as nuvens a passar no seu flutuar. As coisas não vão se encaixar, hoje se cobra demais. Ensina sem enganar. Então quando a coisa aperta, deixa de estiver por triz. Lembre o que ele diz. Viver para ser simples, dia para ser feliz. Tirando um tempo só para amor, cansa que perdes. Vejo um fim preto branco e as nuvens a passar. Eu não sei flutuar. Viver pode ser simples, dia para ser feliz. Tirando um tempo só para amor, e a canção que perdes. Vejo um fim preto branco e as nuvens a passar. Oh, se eu flutuar.これで40分です。
美味しそう。お待たせしました。ありがとうございます。おめでとうございありがとうございます。ます。いただきます。おめでとう。ありがとう、乾杯。うまい。美味しいよね。うん。美味しい。めっちゃうまい。さあ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 。よいしょ。これじゃあつけ。紅茶飲む？はい。あ、飲む。今回も始まりました。はい。最近童謡ラジオ第3回。はい。早い。もう3回行きました。びっくり。このラジオは私がアトリエを持って2拠点生活になったので、私たちが半別居生活していて、なかなか2人でね動画を撮る機会がないので、このラジオで今の私たちについてお話ししたりとか現状をお届けするラジオです。はい。はい。可愛いめっちゃ。見て可愛いです。すごい、こんな可愛いケーキ屋さん、あるんだ。うん。この緑が好きでしょ。緑が好き。でもこれが美味しそう。あ、嘘。それにする？まあ全部さシェアしたらいいじゃん。うん。そう。前回の私たちのその謎の体調不良について話したでしょ。うん。それも反響がすごくてというか、うん、コメントがすごくたくさん来てて、すごかったね。ね。こんな長文でたくさんいろんなさ、なんか共感だったりとか、こういうのことした方がいいですよとかいろいろ来てたね。面白かった。全部読ませていただいてさ結構やっぱみんな苦しんではいるんやなと思った。みんな体調悪いんだなっていうちょっと安心感もあったよね。なんか自信を持って体調崩せる確かにね。でも俺あれから、なんかやっぱお水をさいっぱい飲んだ方がいいですよって言われて、でね1日2リットル、飲めるかなと思ったけど、意外と飲める。嘘。1リットル入るボトル買って、そこに朝お水入れて、でお昼ぐらいまでに飲んで、もう一回お水入れて、夜までにもう一回飲んで、どう調子はいい感じ？いやまあ別に目に見えてとかはないけど、まだ始めたばっかりだからか。結構いいと思う。確かにいろいろ来てたな。なんか頭痛は耳の周りをマッサージするといいとか、あとはやっぱり病院に行くとかねもあったけど、なんかすごい面白かったなって思ったのが、やっぱなんか40代になった体調悪いはデフォになりますってなんか40代50代はそんなもんじゃないですよってコメントされててやっぱそうなんやと思った。むしろ体調悪いをベースに生きていくって言ってたね。あとなんかもう4、50代になったら、その友達との会話なんて、もうその話しかしないですみたいなむしろね、じゃあ今週は何について話す？そうだ、なんかね一個興味深いコメントというか質問が来てて、これいいなと思って、今回これをちょっとテーマに話そうかなと思うんだけど、3年前からずっと視聴していますが、今回の動画今までの中でもとても良かったですと。ついつい友人や家族など周りの意見に振り回されてしまいます。お二人を見ていると本当に心が軽くなります。やりたいことをやらないと幸せになれないというのは本当だなと思います。ミクさんとほぼ同世代です。周りは子供2人目を検討しているとか、住宅ローンとかそんな話ばかりで、独身の私とはとにかく話が合いません。もう友人と会わない方がいいのかなとか落ち込むことが増えました。一つ質問なのですが、ライフステージが違ったり人生における価値観が違う、そして金銭感覚が違う友人がいた場合、どのように対処されていますか？特にお二人は金銭感覚の部分でご友人と話が合わなくなることが多いと思いますが、どうされていますか？すごく気になります。まあそのあれよな、多分同世代で社会人10年目とか、で、みんなライフステージ変わって友達だった人と話が合わなくなるみたいな、ってことよね。そう、30代の友人関係について。そうね。例えば結婚してるしてない、あとは
金銭感覚とか、うやっぱあの時学生のあの時とはさ、もう違う道に行ってるからさ、昔から仲良かった人とちょっと道が離れた時にどうしているかっていう、今まで仲良かった人と疎遠になるのはそれは寂しいような気もするし、でも実際に会ってみても話が合わないというか、何を話したらいいか分かんない。あっちは子供がいて、こっちはまだ独身で。でも確かにそれはちょっと直面してた、私は。本当 1,2 年前、今までその学生の時から友達だった人たちとか、会社で友達だった人たちはみんな結婚して、子供がいってきてとか、で、あとはその旦那さんの転勤とかで遠いとこ行っちゃったりとか、気づいたら疎遠になってた。仲悪くなったわけじゃないよ。いつの間にか連絡を取らなくなったから、一時期去年一昨年ぐらいに私すっごい友達欲しいって言ってたよね、同じようなライフスタイルの友達が欲しいって、そうね。そう、まあでも偶然できたからね。そう、偶然できた。お仕事でプレスツアーっていうところ参加して、そこに来たライターの2人と偶然めちゃくちゃ仲良くなって、今でも遊んでるし、旅行に行ったりもするし、でも最初初めましての時にそんな仲良くなるとは全く思ってもいなくて、仕事だったからね。なんかまあオーストラリアでしょ、あの時って多分3泊4泊5泊結構したよね。5泊か7日とかして、でまあまあさ日程がさハードやったやん。そうそうやけなんか最初のなんかの OJT 一緒に乗り越えた同期みたいなさなんか一体感はちょっとあったよね。あった、戦友みたいな感じ、まあなんかそういう経験があると、まあ友達になれる可能性あるね。でもまあそれも同じような背景を持ってないと、なかなか意気投合できないかもしれないけどね。そうそう。あ、一旦まあまあちょっと一旦一旦ありがとはい、う。いいおめでとう。ありがとうございます。なんか33歳が今までの人生の中で一番祝われた感あるわ。嘘。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何の話したっけ？あ、偶然できました。でもやっぱ私それプレスツアーに参加するまでは、本当に友達を作る当てがなかったし、諦めてたけどずっと欲しいなっていう希望だけは持ち続けて、あなたにどうやったらできるかな、どうやったら出会えると思うってずっと喋ってたような気もする。1年ぐらい言ってたよね、ずっとね。ずっと言ってた。なんかやっぱりこうクリエイターとして孤独だし、だけどちょっと自分の仕事をなんとなく理解してくれる人とじゃないと喋れないし、なんかちょっと近い仕事してるけどでも同じ仕事してない人と出会いたいってさ、まあわがままなね。わがまま。同じ YouTuber の方とかだったらなんかちょっと言いにくいこともあるかもしれないけど、なんか同じメディアのようなところで、理解はできるけど、違うことをしてると、なんか気兼ねなく話せる。まあなんか同じ野菜農家なんだけど同じ人参は作ってなくてあうち大根みたいなうちきゅうりみたいなその農作物の話一緒にできるけどまあお互いの悩み、まあちょっと違うよねぐらいのね。なんか市場も違うから、競合もしないとね。嫌じゃん、もしそこでライバル心とかできちゃったりとかさ、なんかいろいろあったら嫌なんだけど、っていう友達がね、偶然できて。でもやっぱね、行動しないとできないと思った、なんかプレスツアー最初お話来た時に、いろんな人たちと回りますって言われた時にちょっとどうしようかなって思った。やりにくいかなみたいな、スタイルがね、撮影のスタイルが違うとね、迷惑かけたりするかなと思って。でもなんか新しく人と出会いたいと思って思い切って参加したら、いい出会いがあって、その後カリフォルニアディズニーランドに行って、YouTuber の人たちとお仕事したけど一緒に、そのプレスツアーがあったから、ラフな感じでできて、それはそれで楽しかったし、まあなんかみんないい人よね。そう、いい人なんか出会う人、なんかオラオラって感じでもないしなんかみんな、なんか親しみやすくて喋ってくれて、なんか優しい人ばっかりよね。ね、そう本当やっぱ発信者の人って結構いい人多いなって思う、本当に画面のままっていう人が多い。そう本当に動画のままの人が多くて、
すごいいいなと思ったけど、まあでも確かに今までの友達とは、まあ連絡は取ってないかもな。SNS でつながってストーリーとかで見て、あ、今こんな風なんだとか、いいねとか投稿にいいねをしたりとかするけど、じゃあなんか遊ぼうとかっていうのは、まあ、お互い別にしないかなっていう感じ。でも寂しいじゃあ寂しいのかなと思うけど、まあそういうものかなと思ってるけど。あなたはどう？いや俺ね、ちょっとあんまり分かんないんだよね。何かいや友達と疎遠になって、うんちょっと寂しいみたいな感情がってこと？疎遠になってっていうか、その昔から仲いい人って、俺いまだに仲いいよね。結構古い友人、もう10年以上付き合ってる人結構いるから、でもむしろそういう人たちとしか今連絡も取ってない気がする。あ、逆にね。そう、逆に新しい友達いないもんね、確かに。東京帰ってきて新しい友達っていう感じはあんまないかな。まあ多分ライフステージとかも、結婚した友達もいれば、もう子供いる友達もいれば独身の友達もいて、で別にライフステージ違うからって、友達じゃなくなる感覚はないかな。なんかむしろ先に子供できたりとか先に家とか建てたとか言われたら、なんかむしろ聞きたいって感じ。でもさ、それってたまにしか会わないじゃん。例えば、1ヶ月に1回とかで会うってなったら、今起きてることで共感し合えなかったりっていうのがさ、例えばさ、独身だったらさ、わあ彼氏欲しいとかいうのがさ、結婚してるとさ、なんかいいなそれ羨ましいみたいな、ちょっとこうずれるみたいな。で私とそのオーストラリアの2人は、私は既婚で独身だから、その話になるといいな、なんかそのいいな、まだ違うなんか分かる？まあそういうことね。独身になりたいとかじゃなくて、なんかその彼氏作りたいみたいな、そのなんかモード、楽しいよねみたいな、その瞬間もいいよねみたいなさ、聞くモードになって、共感にはならないじゃん。それを何回もやってるとさ、ずっとこうずれてるからってなっちゃうんじゃない？なるほどね。そういう会話に俺ならんからな。じゃあちょっとどうしようどうしよう。でもなんかその金銭感覚に関しても、全然俺よりお金持ってる人いっぱいいるし、そこはずっとイーブンだから何とも思わんかな。やばい、どうしよう。でも金銭感覚合わない友達いる？いない。なんかね、この前3人で旅行行ったんだけど、空気読んで合わせるみたいな感じにならないから、どこどこに行きたいって言って、行ってなんかお金を使う子もいれば、私ここ興味ないから使わないとか言って、自分でセーブしてるからみんなが、だからそういうちょっとここはみたいな、そんなならない。そう、ちょっと質問見せてそれ。子供と家のローンとか、話が合わない友達とも合わない方がいいのかなと落ち込むことが増えました。でもこの質問者さんの意図からすると、多分まあ当然ですよ。で、なんかで見たけど、大人になって時間と金銭感覚と価値観が合う友達なんてもう奇跡だから。なんかさ、私もなんかで見た。なんか見たでしょ。ツイッターかなんかで見た。でマジで奇跡だと思う。で、あなたの最近できた友達もマジで奇跡だと思う。あ、わかる。だし、それこそその2人と来年再来年とかまたライフステージがお互い変わって、本当に会えなくなる可能性だって大いにあるって、その今がめっちゃ奇跡の時間、奇跡の出会いと奇跡の時間が重なってる瞬間ではあるよね。だからそんな時もあるとしか言いようがないんだけど、まあでもどうなんやろうね。あんまりそういうので悩んだ経験がないから分かんないけど。そうだね、私もなんか友達いてもいなくてもどっちでもいいなって思って生きてきたから、でもこの前姉と会った時に、あんたよかったね友達できてって言われて、いやもちろん今までいたよ、今までもいたんだけど、大事なね、今なんだろう、今一番すごくその自分のライフスタイルと友達と遊ぶっていうのがちょうどそのガチッとハマって、一番楽しくなってきてる時だからよかったねって言われたんだと思うんだけど、その例えば昔からの友達とずっと一緒に絆を続けなければいけないとか、どんなライフステージが変わっても絆を保とうねみたいなのは無理だなと思う。普通にそういうふうに切り替えられるか
どうか、自分がねっていうのが大事だなと思って、なんかそれが今すごく切り替えられてるから、だから今さっき言ったみたいに奇跡だよねって、私たち3人は、私もそう思ってて、この奇跡の時間を今一番楽しんで、まあもし別々になっても、まあそれはそれだよねっていう、っていう考えの多分3人だから、うまくやれてるかな。でもなんか本当にさ、そもそも論なんだけどさ、そんな友達ってずっといなきゃいけないんかな。なんかそのでもまあ言いたいことだったら分かる。その、グラデーションがあるってことない、その友達とか、まあ、もしくは恋人とか、家族とか、多分どんな人間関係もさ、濃淡があるわけよ、タイミングによって。例えば今あなたはすごいいい友達ができて、なんか濃密な時間を過ごしてるわけです、でも逆に言うとタイミング的には悩んで友達ができないっていう時もあったわけで、これがまた下がるかもしれないわけじゃん、だからその友達とずっと仲良かったのに下がった。でも今度逆に、じゃあその質問者の人が例えば結婚して子供ができたっていう時に話を聞いてもらえるわけ。だから独壇場じゃん、その今まで今ちょっと絶妙な関係の友達とね。でそこはやっぱそのうまい距離感をさ保って、別に距離を置きたいんだったら置けばいいし、近づきたいと思ったら近づけばいいしさ、なんかそのタイミングってあるよね。ずっと同じ濃度じゃないんですよ、やっぱ人生って、一人一人道引きがあるから、その全部のさ、例えば家族、彼氏、友達、仕事、幸せみたいな全部がさ綺麗にこう五角形にさなってる瞬間ってないと思うんだよね、何かがすごい欠けてる時がある時は、反対側がすごい伸びてる可能性があるから、全部が五角形でいなきゃいけないなんて、てかそんな人いないから、それに固執しちゃうと、やっぱ友達と会った時に友達のとこだけ低くなってるからどうしようみたいな、に思っちゃうのかもしれないなって思った今。そうね、まあなんかパーフェクトを目指すとね結構難しいからね、まあ多分この人はもしかしたら家族とめっちゃ仲いいかもしれんし、仕事が順調かもしれないし、そのいいところに人生ベットして続ければ、まあいい感じにじゅんぐりじゅんぐりいいことが起きていくじゃないですかね。いい方のところでもっとよりいいことがないかなって探して、そこがピョコってなるとへこんでたところもちょっとピョコってなってくるっていうか、そういうことなんだよね、多分このへこんでるとこに目線いっちゃうと、どんどんいいところがどんどんちっちゃくなってって、こっちのへこんでるとこがもっとよりへこんでいっちゃうのが人生だと思うんだよね。だから私は仕事の延長線上で友達を探した、仕事が今うまくいってるし、ならそこで友達を見つければいいで見つけた、そういうことなのかなって思った。ネガティブじゃなくてポジティブなところで行動しましょうということですかね。そうです。まあでもね、実際ねそこに直面したらうってなる気持ちはね理解できるけど、取り残された感ではないけど、なんか蚊帳の外感みたいなのは、誰しもが一回は感じると思う。まあ別にそれはあなたが悪いわけでもないし、相手が悪いわけでもない。ただいる場所が違うだけ。まあ、たまたまそういうタイミングですよっていうことですね。そうそれが逆転することもあるしみたいな形だと思うんだよね。まあじゃあ今年の誕生日の今年の33歳の抱負を。今年はね、頑張った先で踊る私を楽しむ。頑張った先で踊る私を楽しむ、その心はなんかこの前も言ったけど、今一番いい感じ、幸せを感じれる時期、でそれをね罪悪感として捉えないで、今まで頑張ってきたから、今までこう頑張って登ってきたから、今ちょっと階段踊り場ができましたみたいな、その踊り場の上でこうやって今こうやって踊ってる時期、でそれを存分に踊り狂う年にしたい、で、また登るなり、もう1年踊りますだに何でもいいんだけど、やっぱりこう歯を食いしばってやってきた時期があって、好きなことを仕事にしてるとは思うんだけど、でも好きなこと以外のこともたくさんやんなきゃいけないことあったし、辛いこともめちゃめちゃあった、その時期を乗り越えたから今があるから、なんかそのねご褒美タイムっていうのを存分に設けたいみたいな、そういう年にしたい。それはなんかだらけるとかじゃないよ、仕事や手を抜きますとかじゃないんだけど、普通に多分幸せっていうものをしっかりかみしめるっていう一年にねするの。
確かに、あでもそれは最近俺も思った。なんかね、幸せにちゃんとお金を使おうと思った、お金とか時間とか、なんだろう、貯金しなきゃとかっていう感覚をちょっとだけ解放してる。あ、そうなんだ。パジャマ買おうとかちょっといいパジャマ買おうみたそいうな。とか、そういう解放感。でもちゃんとさ、なんか前言ってたけど、そのこれを目指してきたんだから、それになった今を楽しまないと目指してた時の自分に失礼みたいな、っていうのはなんか俺も刺さった。ああって思ってやべえと思ってでもそうじゃない。なんか何のために今まで頑張ってきたのって、うんこういうな風になりたかったから頑張ってきたのに、ちょっとじゃあそこにちょっとだけ到達した時に、なんでそれ味わわないのって思ったよね。そうなんかね、人生の幸せをねちょっとだけね、なんか見失ってたかもってちょっとね思っちゃったよね。その頑張ることってさいいことや、でそれがさ別に苦じゃない時期もあるやん、で苦じゃなくて頑張ってたら、ちょっとだけ苦になるやん、ですんごい苦になるやん一回、でなんかちょっと諦めてまた軽い苦になるやん、でこれいつハッピーなんてなる。そうってなったらすごい今ちゃんとハッピーじゃないとダメだよなって思ったなんかよくさ、苦しいことじゃなくて楽しいことを選択して、成功しようみたいなのってあると思うんだけど、まあ確かにそういうふうには行きたいんだけど、でも基本的に人生っていうのは苦がベースだと思うよ、で苦の山あり谷ありがあって、その山あり谷ありの中で成功がちょっとだけ、なんかボーナスポイントでもらえるわけだから、自分で幸せをこうつけていかないと、意外とずっとね苦なの、で私はどこまで頑張ればいいんだって、なってずっと上を目指さなきゃいけないくなるわけ、人生が、それ何のために生きてるんだろうってなる。そう結構難しいよねこれ、例えばじゃあなんか100万円欲しいと思ってました、100万円貯まりました、何しようみたいな何しよう、じゃあ200万頑張って稼ごうみたいなさ、あ、そっからまたそうなんかね青天井な感じが、結局なんか何のためだったっけみたいな、目標があんまない人、確かになんか楽しむ時にいつもなんかいいのかなって思ってるもんね。そうだからそのブレーキはやっぱちゃんと外す時は外さななって思う、そうだよ。こういう風に33歳になって今一番人生で祝われてるっていうこの私はもう33歳で一番誕生日祝われると思ってなかった、踊っちゃえみたいな、そうね、なんかそれをね楽しむ1年、でもなんか今回友達問題について、考えさせられたけど、こういうのいいね。自分たちがさ、基本いつもあんまり考えてないことを、質問とかされるとなんかそのことについて深く考えて新しい扉開く感じまあもしそういうのねあったらまたもらったら楽しいかもしれないし、さあどうでした3回目まあそう3回目のそうは中だるみなんだよ。もう一回やって。やっぱシリーズものって、やっぱ3回目ってやっぱ中だるみするから確かにね、ワンツーは良かったけど、スリーちょっとパッとしないなっていう、よくあるよね、アニメとかもね、ワンが最高みたいな、スリーはちょっとあれよ、まあこれもグラデーションなんで、そうですね、悪い時ももちろんありますよと、ぐだぐだ喋っちゃう時はね、そう人間関係もそうだし、そうだ人生においてもいい時も悪い時もありますと、でラジオもいい時もあれば悪い時も当たり会外れ会があって今回はもしかすると外れ会かもな、やっぱ思んないなって思うかもしれないけど、もう一回ね、見てくれるような、また満ちるのを待ちましょう。そう、次はいい回かもしれない神回次神回来たってなるかもしれないでもこうやってやっぱグラデーションちゃんと楽しんでいかないと。そうだよね。そうだから今私頑張ってたけど踊る私に設定してんだから、ここでなんかやばいそれだからとか思ってやってたらダメ、踊れないから、まあ、これはこれで OK でやって、楽にやろう。長く続けるためには楽にやらないと無理だから、こんなもんですよっていう感じのラジオです、では何おめでとうございます。ありがとうございますいや可愛いじゃん。ありがとう。はい。
お、はい、ありがとうございます。ぐちゃぐちゃのこれはなんかちょっと若干そのリサ・ラーソンで何かを買ってくれるっていうのは知ってるんですよ。はい、はい。でも中身はわからない。あ、見えない、まだ。まだ見えない。まだ見えない。あ、分かった。わかったかも。あ、これなんか私リサ・ラーソン店でこれも可愛いよねって言ってたやつじゃない。待って、これって入れ物なの？そうなんですよ。中にキャンドルを入れるらしいです。嘘。こういうちっちゃいやつ。可愛い。こちらいただきました。リサ・ラーソンのこれ有名だね、この船のやつ。ありがとうございます。なんでリサ・ラーソンをね買ってくれようとしたんですか？あんたがリサ・ラーソン店に行きたいって言ったからや。でもなんかもともとさ、どっかのインテリアショップでも言ってたよね。そう、なんかリサ・ラーソンの置物1個欲しいなみたいな言ってたの。そしたらそれ覚えてくれたんだよね。わあ、嬉しい。可愛いね。なんかね、このグスターブスバーグ、ベルグがリサさんのアトリエがある港やったかな、出身地やったかな。飾るね。うんありがとうございます。33歳楽しみます。スウェーデンも行ってみたいね。あっちの方ね。いつか行ってみよう。ありがとうございます。はい、では最近土曜ラジオ第3回終了です。第4回をお待ちください。神回を神回を期待して神回出せるように頑張ろう。はい、乾杯。可愛いね、これマジで可愛い。